野戦ってこれどうなってるの？全然攻撃当たらないし、戦術マップも意味わかんないし、敵作戦能力2500って完全に嘘じゃん。もう舞台の編成や人形の育成はちゃんとやってるの？当たり前じゃん。第4戦役のイントゥルーダーも余裕で倒せるようになったんだよ。で、その舞台で野戦に挑んでるってこと？もしかして私また何か間違えちゃったかな。野戦は通常の戦闘とは全然違うから、ちゃんと野戦用の編成にしないと勝てないよ。専用装備や大型イベントのためにも野戦の編成はしっかり覚えておこう。まず野戦では攻撃が当たらないし、マップの敵が見えないし、与えるダメージが少なくなってしまうからびっくりしちゃうよね。そうそう、おかしくない？でもこの3つだけ編成で気をつければ野戦は一気に簡単になるんだよ。野戦装備の使用、ハンドガンを部隊に入れる、装甲兵には鉄鋼弾を装備したライフルで対策、これだけでいいんだ。野戦で勝てない理由の多くは部隊が育ってないか編成の間違いのどちらかだから、野戦装備、ハンドガン、そしてライフルなど鉄鋼弾を装備できる人形の3つは忘れないようにね。なるほど、野戦は野戦用の編成を組まないといけないんだね。その通り。まずは野戦の編成の仕方について教えるね。野戦では敵への命中が 90% もダウンしちゃうから、ほとんど攻撃が当たらないんだよ。陣形バフとかで命中を上げちゃダメなの？バフとかも入れた命中が 90% ダウンするってことだよ。その 90% ダウンを軽減するのが野戦装備の暗視能力なの。例えば暗視能力プラス 70% の野戦装備をつけると 90% ダウンが 27% ダウンまで軽減できるってことだね。待ってステン、ちょっと待って。私そういうのはちょっと苦手かもな。スコーピオンにもわかるように図で表すとこういう感じかな。これならなんとなくわかるかも。昼と同じ命中にするなら暗視能力プラス 100% の野戦装備が必要ってことだね。そうそう。でもそんな強い野戦装備を手に入れるのは大変だから、少しずつ集めていこうね。ちなみに一部のスキルは野戦でも必ず命中するから覚えておくと便利だよ。手榴弾系は必ず命中するの？私ってやっぱり強いね。そうだね。野戦装備と同じくらい大切なのがハンドガン。ハンドガンがいると周囲1マスの視界が確保できるんだよ。周囲1マスが見えるってそんなに大切かな？実際動いてる敵って見えるじゃん？確かに敵のターンでマップをよーく見てるとなんとなく位置がわかるよね。でも本当に大切なのはそこじゃなくて、実は視界の外にある飛行場からは味方の部隊や支援部隊を呼ぶことができないんだよ。本当だ。すぐ隣に飛行場があるのに部隊が呼べない。そうだから野戦ではハンドガンが絶対に必要なんだよ。昼の戦闘の癖で飛行場から離れてしまうと味方の増援が呼べなくなっちゃうから気をつけてね。私これやっちゃうかも。他にもレーダーマスを占領したり照明要請を使うことで視界を確保できるんだけど、まずは全ての野戦部隊にハンドガンを入れておくのは忘れないように。そして最後にライフルと鉄鋼弾。野戦では装甲兵っていう敵が出てくるんだけど、ダメージが少なくなっちゃうからこれも対策が必要だね。実は装甲兵は装甲っていうダメージを減らす能力値があるんだけど、敵の装甲よりこちらのダメージが低いと
1ダメージになっちゃうんだよ。へえ、だから1ダメージばっかになってたのか。で、鉄鋼弾を装備すると敵の装甲を無効にする箱っていうステータスがつくの。もしかしてまた難しい計算の話？今回は足し算と引き算だけだからスコーピオンでも大丈夫でしょ？なんかありがとね。鉄鋼弾を装備すれば敵の装甲を無効にできるからダメージが通りやすくなるってこと。ただし鉄鋼弾を装備できるのは基本的にはライフル、マシンガンだけ。とりあえずライフルプラス鉄鋼弾で覚えておこう。でもライフルとかは野戦装備をつけられないから攻撃が当たらないんじゃない？例外もいるんだけど、装甲兵は回避がすごく低いから攻撃が当たるって考えておいて大丈夫だよ。あともう一つ、火攻が敵の装甲を上回っても2ダメージしか追加ダメージはないからバフなどでの火力強化は忘れずに。そんなわけで装甲兵対策としては敵の装甲以上の火力を出す、鉄鋼弾を装備して敵の装甲を無効にするの2つだね。結局鉄鋼弾を装備できない私は装甲兵の前では無力なんだよね。実はさっき説明した必ず命中するスキルは敵の装甲に関係なくダメージを与えることもできるんだよ。そうなの？装甲兵相手でも活躍できちゃう私ってやっぱり強いね。計算はちょっと苦手だけどね。そんなわけで野戦のおさらい。野戦で重要なのは出撃前に編成を確認すること。この3つがちゃんとしてるだけで野戦の難易度が全然違うから必ず確認は忘れないこと。いろいろ新しいことが多すぎて野戦嫌になっちゃうよ。でも戦闘のルールは単純で指定ターン以内にマップ上の敵を全て倒せば勝利できるからちゃんと部隊を編成してどんどん敵を倒していこう。大型イベントでは必ずと言ってもいいほど野戦ステージが出てくるから大型イベントに備えて普段から装備集めと人形の育成を頑張ろう。イベントクリアには野戦が必須ってことね。頑張らないと。あと野戦の時にスキルがものすごく強くなる人形もいるから育てておくと野戦で活躍するよ。そういえば装備って種類多すぎない？装備製造とかどのレシピを使えばいいのか迷うんだよね。外骨格や高速弾、フォローポイント弾、会心率を上げるオプティカルサイトは足りなくなることが多いかな。あと野戦装備と鉄鋼弾も絶対に使うから使う分だけ集めておこう。装備製造は人形製造ほどレシピ通りに製造できないから気長に集めていこう。あと装備強化とか装備構成とかややこしくない？簡単に説明するとこんな感じなんだけど、極めていくと資源消費が結構多いから最初のうちは焦らず余裕がある時に星5装備の強化や構成をしてみてね。まずは星5装備を手に入れないとだね。あと野戦の一部のステージでは特定の人形しか装備できない専用装備が手に入るよ。ものによっては劇的に強くなったり特定のステージでものすごく活躍するようになるからいつかは絶対手に入れたいね。そのためにはまず野戦で勝利できるようにならないと。ということで野戦の戦い方は分かったかな。野戦装備をつける、ハンドガンを部隊に入れる、ライフルプラス鉄鋼弾で装甲兵対策をする。これらに注意して野戦に挑もう。今までハンドガンやライフル育ててなかったから頑張って育ててみるね。その調子その調子。装備の強化や構成は
焦らずにじっくり進めていけば大丈夫。まずは野戦の編成がしっかり整うことを目標にしよう。うんうん。野戦がちゃんと戦えると専用装備を入手できるし、大型イベントのクリアにも役立つから、スコーピオンも頑張ってね。はーい。